はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、こちら、ビッグビッグオンのレインボー2 Pro をレビューしていきたいと思います。といってもね、簡単なレビューでね、ちょっとしっかりとはレビューするつもりはちょっとないんですけど、まあね、これも23年9月発売ということで、もう1年以上経ってるコントローラーなので、サクッとレビューしていきたいっていうのと、一つね、ちょっとテーマを設けてレビューしたいなと思うんですけど、それがね、この、はい、レインボー 2SE ですね。同じ時期に発売されたコントローラーなんですけど、これとレインボー2 Pro ってほとんど違いがないです。使われてるスティックのモジュールが、こちらは、中華製のね、なんていうメーカーなのかちょっとね、わかんないんですけど、スティックモジュールが使われていてですね、はい、レインボー2 Pro に関してはね、これアルプス製のスティックモジュールが使われてます。アルプス製のスティックモジュールといえば、純コンね、デュアルセンスとかデュアルショック4とかね、デュアルショック系、また Xbox のコントローラーとかにも使われてるね、デファクトスタンダードになっているスティックモジュールなんですけど、それが使われてるっていうことで、まあ、プロって書かれてるぐらいなんで、SE っていうね、名前なんでね、どっちかっていうとこっちの方が優れたコントローラーなのかなっていうイメージを持たれてる方多いかなと思います。まあ、ただね、私実際これもしばらく使ったりとかいろいろ計測とかもやってみたんですけど、明らかにね、レインボー 2SE の方が優れたコントローラーでした。まあ、現時点で今市販されてるあらゆるコントローラーの中でも私は一番レインボー 2SE がいいコントローラーかなっていうふうに思っていたりするんですけど、レインボー2 Pro に関してはね、正直今はもう全然そこまでいいコントローラーとは思えないっていうね、ところがあります。まあね、すでに持たれている方にとってそういう風に言われるのはちょっとね、心外かなとは思うんですけど、それにはちゃんとした理由があるのでね、まあ、あとはまあ、それをどうしたらうまく解消できるかっていうところもね、まあ、いつも通りですね、レスポンスカーブの話になってくるんですけど、そういったところね、見ていきたいと思います。はい、そしたらですね、モノルの方で、レインボー2 Pro のスペックを見ていきたいと思います。レインボー2 Pro はバリエーションがあってですね、こういう風に充電ドックとか替えのスティック、十字キー、がついてくる方と、本体と無線ドングルとケーブルだけしかついてないね、バージョンというね、2つのバージョンがあります。で、対応機種は PC、スイッチ、iPhone、Android で、有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。接触式のね、アルプス製スティックを採用していて、スティックの重さは 60g フォースということで、やや軽めのスティックになってます。ショルダー、ね、トップ部分に2ボタン追加されていてですね、これですね。で、背面2ボタンが追加されて、合計で追加4ボタンあります。でもね、すごく使い勝手がいいところですよね。遅延はまあ最新コントローラーと比べるとやや遅めの 7.1 ミリセカンド。無線の遅延っていうのは20ミリセカンドあるので、無線ドングル接続を PC で使うのはちょっとね、難しいかなと思うぐらいの遅さですね。有線のポーリングレートは 1000Hz あって、無線のポーリングレートは 250Hz です。トリガーストップ機能っていうのはついてますが、ボタンにはならないね、ストローク量が減るだけの、トリガーストップになってます。ジャイロセンサーもついていてですね、マクロ機能があります。本体重量は 235g とすごく軽いです。価格は、替えのね、キーとか充電ドック付きが最安で1269円。シンプルなね、方のバリエーションで7821円ということで、だいぶね、最近価格はこなれてきているのかなっていう印象のあるコントローラーですね。はい。で、本体の方ね、ちょっとね、見ていきたいと思います。よいしょ。私はね、シンプルな方の構成のを買ったので、USB ケーブルね、と無線ドングルがついてます。割とかっこいい無線ドングルがついてるんですけど、ニアリンクとか書いてある。あ、ネクストスピードって書かれたね。はい、こんな無線ドングルがついてます。ただまあ、これはちょっとね、使い物にならないかなっていうところは残念ですね。割とかっこよくてね、こう先に USB ハブ機能までついてる、結構充実した USB ドングルがついてますね。はい。で、USB ケーブルはこんな、かなり質素な作りのね、特にロゴとかも入ってない USB ケーブルが入ってます。で、本体ですね。はい。すごくかっこいい黒のね、透明なスケルトンな、トップパネルになってますね。非常に見た目はかっこいいかなと思います。AVXY ボタンはメンブレーンですね。LB、RB はタクトスイッチになっていて、他のね、背面ボタンとか
トップのボタン、十字キーとかね、だいたいタクトスイッチですね。スタートセレクトはメンブレンっぽいですかね。もうコントローラーも持ちやすくてね、レインボー 2SE とね、同じ形なんですごく持ちやすくていいなって思いますね。トップのボタンも非常に押しやすいです。はい。で、トリガーストップなんですけど、通常アナログトリガーモードがこのぐらいのストロークで、トリガーストップをオンにすると、このぐらいのストロークになります。まあ十分ね、ストロークは短いかな。まあややちょっと長いかなぐらいですかね。はい。レインボー 2SE と同じでね、私のレインボー 2SE は加工して、これだけしかストロークしないようにしちゃってますけど、こういう加工も簡単にできるかなって思いますね。まあ基本的な構造は全くこの2つで一緒です。まあただね、この2つのコントローラーだったら圧倒的に私はレインボー 2SE をおすすめしたいですね。はい、それで、同じビッグビッグ1から発売されている、アルプス製ジョイスティックを採用しているコントローラーっていうのはね、最近発売されたばっかりの新製品ですが、このブリッツ2っていうね、コントローラーがあります。価格帯もね、このレインボー2プロよりも1000円ぐらいしかね、違わない。ちょっと高いんですけど、ブリッツ2の方が。ほとんど変わらない製品で、まあ言ってみればね、これの上位互換かなみたいなイメージでいいかなと思うんですけどね。本体のサイズとかも全然違うんで、トリガーとかもね、トリガーストップがなくて、ブリッツ2はもう最初からボタン式しかないっていう、アナログトリガーがないっていうね、違いがあったりとかはするんですけど、まあよく似たコントローラーなんですね。で、実はこの2つ共通点があります。実はね、この2つ両方ともレスポンスカーブがリニアじゃないです。ビッグビッグオンとしてはね、アルプス製ジョイスティックを採用するっていうことで、この2つの製品ね、おそらく、アルプス製ジョイスティックの個体差、ドリフトっていうのにね、悩まされたんじゃないかなと思うんですよね。で、それをね、解消するためにだと思うんですけど、中立付近が極端な低感度になってます。そういう風にすることでね、ドリフトっていうのをね、ある程度、ちょっとごまかせるっていうかね、言い方は悪いですけどね、そういうことがあるんですね。で、ブリッツ 2TMR とかも同じようなことをやってますし、最近発売されているあらゆるコントローラーでそういったことが行われてます。なんでこういうことをするのかなっていう風に考えた時にですね、やっぱりデッドゾーンっていうのは切れるようにしたいと。デッドゾーンっていうのはやっぱりゼロが望ましいし、デッドゾーンっていうのは簡単にゲームパッドテスターとか見てね、でこのコントローラーデッドゾーンがあるとかね、デッドゾーンが切れないみたいな話っていうのは誰でも簡単にチェックできるんですけど、レスポンスカーブっていうのはね、私みたいなちょっと変わったね、コントローラーマニアぐらいしか測らないですから。で、実際ね、今世界的に見ても、レスポンスカーブを測った例っていうのは、私が多分初めてなんじゃないかなっていうぐらい誰もそこは気に留めていなかったところです。なので、ドリフトっていうのを、していないように見せつつ、デッドゾーンをゼロにするっていう方法としてね、中立付近を低感度にするっていうことをやっている、そういうコントローラーがこの2台かなっていうふうに思います。その点、レインボー 2SE はね、全くそれをやっていないんですよね。完全にスティックがリニアなコントローラーっていうのはもうこの1年以上見てきた中でもこのレインボー 2SE ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思いますね。あともう1台ね、そういうコントローラーって言えるのはこのね 8BitDo の Ultimate 2C っていうコントローラーですね。この2台だけっていうね、そういう寂しい状況ではあるんですよね。なんでね、この2台っていうのはめちゃくちゃおすすめなコントローラーにはなってるんですけど、そんなわけでね、実際ね、しっかりとコントローラーを例えば Apex とかで使ってて、ものすごくスティックのね、感覚っていうのを重視される方にとってはですね、やっぱりレインボー2 Pro よりもレインボー 2SE の方がいいよっていうね、感想を持たれてる方がやっぱり多いんじゃないかなと思います。それもそのはずという感じでね、レインボー2 Pro はスティックが低感度になってしまっているというわけですね。じゃあね、その実際スティックのレスポンスカーブっていうのがどうなっているかっていうのをちょっと、早速ですけど測ったので、その結果をね、ちょっと測ったところの動画撮り忘れたので、結果だけ見ていきたいと思います。はい、これが、レインボー2 Pro のスティック感度カーブになります。このね、グラフは横軸がスティックを倒した物理的な距離ですね、何ミリ倒したかっていうので、縦軸がゲームへの入力値
0が最小、1がマックスみたいな感じですね。で、0が中立になっていてですね。で、右に行くほどスティックをどんどん倒していったことになるっていうね、そういうグラフになってます。で、この辺を見ていただいたらわかるんですけど、中立付近で低感度になってます。ここのね、傾きがどれだけ傾いてるかで、だいたいどれぐらい低感度かっていうのはわかるんですけど、このくらい低感度ですってことなんですが、これパッと見ね、いや別にこのぐらいだったら大した差ないじゃんって思われるかなと思うんですよね。これ何%ぐらい実際リニアな、巡航のようなね、リニアな感度と違うのかっていうのもグラフにしてますので、そちらも見ていくと、これがどれだけ大きな差になっているかっていうのがよくわかると思います。はい。で、こちらがね、このリニアとの誤差を表すグラフになってます。横軸はさっきと同じで、縦軸がね、リニアの時に 100% として、そこからね、何%感度が低いかっていうのを表してます。感度がね、何%なのかなんで、高い場合もあるんですけど、だいたい 25% から 30% 程度ですかね、中立付近で低感度になってしまってます。これって要するに、同じゲームへの入力値ですね、同じだけゲームの画面をね、動かしたり視点を移動させたかったら3割程度、多く入力しなきゃいけないということになります。この3割っていうのは意外と大きくてですね、特に感じられやすいのはね、Apex Legends の、リニア感度ってやつですよね。とか、FPS ゲーム全般で3割も違えば結構ね、違いは体感できるかなと思います。でね、こういう風な低感度になってるんですけど、じゃあ、レインボー 2SE の方ですよね。は、実際、そんな低感度じゃないんですかっていう話になるかと思うんですけど、そっちもね、同じようにグラフを見ていきたいと思います。はい、それでこれがね、レインボー 2SE の感度カーブになってます。ちょっとね、高感度な部分もあるんですけど、特にこの中立付近を見てほしいんですけど、ここがね、全く低感度ではないです。むしろね、完全にリニアになっていてですね、はい、誤差の方のグラフを見ていただくとね、一目瞭然、ほとんどね、0% に近いところらへんで、感度っていうのはね、誤差っていうのは収まっているので、完全にリニアですと言っていいかなと思います。で、この差っていうのが、めちゃくちゃ大きいですね。アルプス製ジョイスティックを使ってるとは言ってもですね、このレインボー2プロやブリッツ2っていうところは、どうしてもこういう風な低感度な、スティックになってしまっているので、実際にゲームで使ってみたら違和感がすごいあるっていうね、ことになってしまいます。はい、というわけでね、レスポンスカーブを、リニアにする方法ですね、を解説していきたいと思います。はい、ビッグウィークオンアシスタントに入ってもらってですね、ここのコントローラーマークから、配置ですね、新しく作ってもね、いいですし、そのままエディットするか、このマークをやると一番簡単かなと思います。でスティックから、まずは左スティックでね、デッドゾーンとか0でいいと思います。で、ここのね、感度曲線を左側が6の8、右が12の15っていう風にやります。はい。ちょっとかなり細かいんで、やりづらいんですけど、なんとかね、こういう風に6の8と12の15って設定してやってください。私は今回はね、左スティックも右スティックも区形アルゴリズムはオフにして使ってみてます。はい、右スティックも同様に6の8、12の15って設定してやって、セーブを押せば、もうこれでね、はい、反映されます。はい、たったこれだけで、リニア化っていうのができます。でね、はい、実際にリニア化したスティックのレスポンスカーブも計測しています。はい、で、リニア化したレインボー2 Pro のスティック感度カーブはこちらの赤い線のようになってます。かなりリニアになってるかなっていうのでね、ちょうど低感度になってるところを持ち上げることができています。誤差の方のグラフもね、見ていきたいと思います。はい、こちらがね、誤差の方のグラフです。かなりね、0% 付近に収まっていてですね、レインボー2 Pro に関してはね、すごくリニア化うまくいったと思います。実際触っていても、レインボー 2SE とそこまでね、遜色ないぐらいの感度にできているので、これであればね、全然ね、もうすでに今、レインボー2 Pro をお持ちでね、なんかちょっとスティックしっくりこないから使えないなって思っていた方でも、かなり、使っていけるかなと思います。実際ね、この後ゲームプレイも見せていきたいと思うんですけど、Apex のランクとかでもね、全く問題なく使うことができました。はい。で、ゲームプレイを見る前にちょっとね、遅延測定と、その遅延測定した結果だけね、見ていきたいと思います。
遅延測定はですね、このようにですね、コントローラーを分解して、でボタンの接点のところに電子回路を接続してですね、で、計測っていうのをやっています。計測する際はですね、ゲームパッド LA さんが公開している GPDL っていうね、ソフトウェアを使って計測を行っています。はい、それで、レインボー2 Pro の遅延の計測結果がこのグラフのような感じですね。横軸が遅延ミリセカンドで、縦軸がその頻度ですね。頻度分布のグラフになってます。このオレンジ色っていうのが Bluetooth ですね。かなり遅いです。で、有線ドングル接続はこの紺色。ね、緑色が有線接続になってます。有線接続で、7.12 ミリセカンド、無線ドングル接続で20ミリセカンドですね。Bluetooth が 27.78 ミリセカンドってことで、遅延はね、さすがに1年以上前のコントローラーってことでかなり遅めかなと思います。7.12 ミリセカンドだったらなんとか使っていけるかなぐらいですかね。最大値がね、そこまで高くないですから、有線接続に関してはまだ使っていけるかなってぐらいですね。遅延に関してはね、そんなところですかね。はい、そしたらね、ゲームプレイの方に移りたいと思います。まずは Apex Legends からですね。これはショードファイトかな。で、新スプリットが始まったので、シルバー1からっていう感じでね。結局、全スプリットはプラチナ何本やったかな。2ぐらいで終わっちゃったんですけど、コンスプリットはダイヤまでいけるのかな。どうなんだろうって感じですね。全スプリットの感じ見てると比較的ダイヤまではね、行きやすい環境なのかなって気がしますよね。はい、もうね、操作してる感じっていうのは別にレインボー2 Pro を使ってるっていう意識を特にせずにね、いつも通りの感覚で、エイムしてるっていうね、感じでした。なのですごくね、ちょっとがばってますけど、はい、すごく良かったですね。もう最近ね、いろんなコントローラー使いすぎてですね、よくね、スティックの操作がよくわかんなくなってきつつあるんですけど、そろそろいい加減、新しいメインコントローラーを決めたいなーなんて思ってたりするんですけど、何がいいですかねっていう感じですね。たくさんコントローラー自体はあるんですけど、これっていうのがないっていうね。でもせっかくなら新しいコントローラーにしたいし、でもね、新しいコントローラーことごとく低感度なんでね、なんかそっから選びづらいっていうのは正直ありますよね。ここはね、割と早めにダウン取られちゃったりして、逃げながらワンパを倒したいなってところだったんですが、結果的には別パが来て負けちゃうんですけど、比較的ね、いい戦い方ができたかなっていうところで、やっぱりリニア感度っていうのは戦いやすいなっていうのは改めて思いました。前のねコントローラーがナンバーワンってことでね、ちょっと最終的に低感度差っていうのが残ったコントローラーだったので、そっからねリニアなこういうコントローラーに戻るとやっぱ操作しやすいなっていうのはちょっと思っちゃいましたね。ここで別派が来ちゃってね、もう焼けっぱちになって撃ったら普通に打ち負けるっていうね。肉がねほとんどなかったから仕方ないですね、あれは。でこれが確かそうですね、チャンピオン取れた試合かな。ですごく仲間の人が強くてね、パスらしくいろいろとベイトしたりとか、ミラージュさんがいたので最前線は任せつつ、ちょっと2番手でベイトにでしたりとかっていうのをやってた感じですかね。でここの戦闘がすごい長引くんですけど、ここはねアイテム強かったですね。こういうねじりじりした戦闘っていうのはね、パス的にはできれば思いっきり孤立してる1人をピックしに行ったりとかって動きができたらいいんですけどね。何分ねこういう時ってちょっとチキン差が出ちゃうんですよね。なんかねうまくワンピック取れたらよかったんですけどね、なんか割と相手もいい感じのポジショニングするから、
なんとかここでワンピック取れて、で最終的には壊滅させることができたってところですね。はい。で APEX はね、これぐらいで、次は Call of Duty Black Ops 6ですね。結構ねリニアにできてるってことで Call of Duty も全く違和感なく楽しむことができました。Call of Duty はね本当になんかスキルベースマッチングみたいな感覚が強くてですね、しばらく勝ってるとめっちゃ敵が強くなるっていうねある気がするんですけど、この試合はね敵が強いパターンでしたね。なので全然連キルがね取れてないっていう残念な動画にはなっちゃうんですけど、割とまあコントローラーのスティックのね操作しやすかったっていうのは感じ取っていただけるような、動画にはできたかなっていうところで、特にパッとねエイムをするところでしっかりエイムできるっていうねところが良かったかなっていうふうに思いました。それで打って変わってこっちのマッチではねもう完全に味方が強すぎてすごい押し込んでしまってね、どんどんリスが変わるっていうね試合になっちゃいます。こっちは連キルがねバンバン取れてるんですけど、それでもう本当にね話は変わるんですけど、新しいメインコントローラーをどうしようかなっていう風に悩んでいてですね、レイザーのウルヴァリン V3 Pro に関してはね相変わらずすごくいいなとは思うんですけど、なんかねそろそろ違うコントローラーにしたいなってちょっと思ってたりはするんですけど、次の動画でね、違うな、次の動画かなで取り上げる予定のマッチェニケとかいうところのね G5 Pro V2 は非常にね良さそうだったので、あれメインでもいいかなってちょっとは思ったんですけど、ただねそれはそれでねちょっと問題を抱えてるところが1個あってねそれも難しいしなーっていうのでね困ったもんですね。普通にブリッツ2とかねが一番いいのかなってちょっと思ったりもするんですけど、せっかくならリニアにこだわりたいなみたいなところもあるし、やっぱり当分はレイザーのねウルヴァリン V3 Pro がメインっていうことになるのかなっていうね悩ましいところです。でもほとんど最近はね APEX とかもレビューするためにプレイしてるぐらいな感じで、それ以外ではほとんどプレイできてないのでどうしたもんかなって感じですね。はい。でもうすでにね裏画面では流れてますが、ストリートファイター6もプレイしてきました。十字キーですけど、ちょっとねこの十字キーに関してはだいぶ操作がしづらかったかなっていう風に感じました。特にですね十字キーの上側をバックしやすくてですね、少しでも強く左とか右をねまっすぐ押すと左上とか右上になっちゃうんですよね。でその一方でね下っていうのは入力がしづらくて、下側の入力が入りづらくてですね、慣れれば力加減でなんとかなりはしたんですけど、あえてこの製品の十字キーはね選ばなくていいかなっていうかね、格ゲーにはねちょっと向いてないコントローラーかなって思いました。はい。それでですね最後にアナログトリガーと振動機能のね、チェックのためにアセットクロサを遊んできました。さすがにスティックのね感覚、ハンドルの感覚っていうのはすごく良かったです。でアクセルブレーキの感覚っていうのもとても良くてですね、アナログトリガーもすごく優れているコントローラーかなと思いました。実際ですね、タイムの方も自己ベストタイムを更新できたので、レースゲームにはねしっかり使っていけるコントローラーかなという感じでしたね。ただ振動機能に関してはちょっと良くなかったかなっていうところです。解像度がちょっと低くてね、振動の強さっていうところでも弱めなので、少し物足りなさがあったかなっていうところですね。なんでより振動機能がね優れたコントローラーを使いたいっていうことであればベイダー4 Pro とかの方がいいかなっていうところですね。1年以上前のコントローラーとねベイダー4 Pro って最近のねコントローラーを比べるのもどうかなって
思うんですけど、まあそれぐらいこのレインボーシリーズっていうのはね、レインボー2シリーズっていうのはすごく優れたコントローラーですよね、やっぱり。スティックさえリニアにしちゃえばね、もうさすがに大ヒットしたコントローラーっていうだけあってですね、まあここまでやってきた FPS 格ゲーはちょっと合ってなかったですけど、このレースゲームとねとても、満足に使えるねコントローラーかなっていう気がしましたね。まあ、逆に言ったらですね、最新コントローラーは別にねまだ買わなくてもですね、レインボー 2SE とかレインボー2 Pro がまだまだ現役で使えてるよっていう方はね、特に新しく買い替える必要っていうのはねあんまりまだないのかなっていうのも正直思うところですね。まあ、マイクロスイッチとかね、あまりこだわりがなければね、そこまでしなくてもいいんじゃないかなって正直に思っちゃいます。タイムは1分46秒622っていうことでした。はい、というわけで、レインボー2プロを見てきましたが、いかがだったでしょうか。まあね、やっぱりね、圧倒的にレインボー 2SE がいいなっていうね、ところですね。やっぱりこれが人気な理由っていうのはよくわかるかなっていう結果でしたね。まあ、なかなかね、この辺りが結構、このデッドゾーンがゼロにできるようにするために、逆に低感度なスティックになってしまったっていうところは、なんともね、本末転倒さっていうのを感じざるを得ないっていうところですね。まあさすがに、デッドゾーンがあるコントローラーっていうのも最近ちょっと試してみてるんですけど、低感度なスティックとデッドゾーンが切れない、スティックどっちがいいかって言われるとですね、かなり難しいです。もしかしたら人によってはデッドゾーンがあった方がいいよっていう方もいらっしゃるかなっていうぐらい、割と低感度なスティックっていうのは使い心地っていうかね、違和感がすごいあるんですよね。なので、まあ私は、そうですね、ちょっとね、こういうレインボー2プロみたいなコントローラーっていうのはなかなか厳しいかなってちょっと思ってしまったりはします。まあただね、幸いなことにビッグビッグ1の製品については、ビッグビッグ1アシスタントの方でね、感度カーブを、自分でね、変更することができるので、リニア化っていうのができてね、すごく違和感少なく使うことができるっていうのはね、やっぱり強みだなっていうふうには思いましたね。まあ、でもどうせならね、レインボー 2SE でね、その辺いじらずにそのまま使う方が多分いいよって感じる方の方が多いんじゃないかなとは思います。はい、ね、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでね、ちょっとね、レインボー2プロの話でも触れましたけど、デッドゾーンが切れないコントローラーってことでね、次回はこちら、ビクトリックスガンビットプライムっていうね、新しく発売されたようで、実は新しく発売されたわけでもないようなコントローラーということでね、中身は3年前に発売されたビクトリックスガンビットと全く同じコントローラーっていうね、そういうコントローラーをちょっとレビューしたいなと思っています。まあね、意外とね、デッドゾーン切れなくても使えるじゃんって思ってしまったっていうところとかもね、お話できたらいいかなっていうのと、3年前のコントローラーなのにこれ相当早いです。遅延が少ないっていうところでね、そういうところもね、見ていきたいと思います。はい。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。以上、モノルでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。